勢力が拮抗するようになっても、国民党は強気の姿勢を崩さず、全国民に対して共産党に反撃しようと呼びかけていました。一方の共産党も国民党に反撃しようと呼びかけており、土地の分配を進めることで国民の支持を得ていきました。彼らは戦時中に日本に協力していた地主の土地を没収し、小作農や一般の農民へ分配していたのです。しかし、この政策は徐々に対象範囲を拡大していき、日本に協力しなかった地主や裕福な農民の土地までが没収の対象となっていきました。これによって共産党は小作農や農業労働者など比較的貧しい人々からの支持を集めることに成功しましたが、その一方で裕福な人々からの支持は失われていきます。さらに土地を分配されたとしても、貧しい人々が必ずしも積極的に共産党を支持するとは限りません。共産党も国民の支持を集めることには苦労していたのです。とはいえ、多くの国民は経済政策の失敗を繰り返す国民党に失望し、次第に共産党を支持するようになっていきました。これをまずいと考えた国民党も、貧しい人々の不満を解消しなければならないと考えて、一部の地域で農地改革を試みました。しかし、その取り組みは十分な効果を収めることができず、結局は失敗に終わります。こうした中で、とうとう国民政府軍の内部からも、国民党は政治的に敗北したと判断する者が現れました。戦わずに人民解放軍へ降伏する部隊も出始めて、戦局は明らかに共産党側へと傾いていったのです。そのような中で国民政府は中華民国憲法に基づく政府の代表者を選ぶため選挙を実施します。ところがこの選挙の過程では国民党による買収や暴力沙汰、替え玉投票などの不正が横行したため、国民党はさらに国民からの信頼を失っていきます。そのような混乱の中、代表者が南京に集まり、憲法下での中華民国初代総統に蒋介石が、副総統に李宗仁が選ばれました。さらに国民大会は内戦の激化に対応するためとして、動員観覧時期臨時条項を制定します。この臨時条項は、現在は共産党との内戦が勃発している。よって反乱を鎮圧するまでは憲法の一部を停止する、非常事態の権限を総統に集中させるという内容でした。こうして蒋介石は憲法体制の下で例外的に強大な権力を持つことになったのです。国民党と共産党という中国の二大勢力による内戦はアメリカとソ連が描いていたアジア戦略にも大きな影響を与えました。アメリカは当初、国民政府にアジアの警察官としての役割を担わせたいと考えていましたが、国民政府が次第に劣勢に立たされていくのを目の当たりにして、アメリカはアジア戦略の中心を中国から日本へと移していく方針を取ります。一方でソ連は国民党と共産党のどちらを支援すべきか慎重に見極めながら事態の推移を静観していました。表面的には中立を保ちつつも戦局の行方を注視していたのです。そのような中、人民解放軍は大規模な攻勢に打って出ました。いわゆる三大戦役です。まず一つ目が良心戦役です。林彪が率いる軍勢が中心となり、東北から南へと勢力を伸ばしただけでなく、東北地方に残っていた国民政府側の拠点を次々と制圧。この戦いでおよそ47万人余りの国民党軍を撃破し、国民党と共産党の軍事費はついに逆転します。共産党は中国東北部を完全に掌握し、戦いの主導権を握ったのです。次の2つ目が淮海戦役です。中国中部で展開されたこの戦いでは、鄧小平が作戦全体を統括しており、人民解放軍は入念な準備のもと、国民党軍を壊滅させました。そして3つ目が平津戦役です。平津とは北平と天津のことで、北部に残る国民党軍を撃破するための戦いでした。この戦いでは国民党軍が降伏し、北平は平和解放を迎えます。このように人民解放軍は三大戦役を通じて中国北部を制圧し、国民党軍は南へと追い詰められていきました。北平に続いて南京が陥落すると、戦いの趨勢は決定的となります。ついにアメリカは軍事顧問団を撤収し、ソ連は中国共産党への支援を強化し始めました。そして度重なる敗北の責任を負い、蒋介石は総統を辞任。副総統だった李宗仁が代理総統として政権を引き継ぎ、共産党勢力との妥協の道を探りながら、生き残りの方策を模索していくようになっていきました。
このように人民解放軍の攻勢に対して国民党軍があっけなく崩壊したため、解放軍はわずか1年余りで中国の大部分を支配下に置くことになりました。解放軍は荒れてしまった広大な地域に新たな秩序を確立するため、占領した都市から順番に軍事管制を実施していきます。やがてこの体制は全国へと広がり、各地の主要都市に軍事管制委員会が設けられ、解放軍によって社会秩序の回復や治安の維持、民衆の救済や経済の再建が目指されるようになっていったのです。その後、中国共産党は新しい国家を建設するための準備を本格的に開始しました。その中心となったのが中国人民政治協商会議の開催です。この会議には国民党に反対する全国各地の著名な有識者や様々な政党の代表が参加しており、彼らによって共同綱領が採択されました。この共同綱領はまだ国家としての制度や法律が整っていない時期における新しい中国の建国理念を示したものです。つまりこれ以降は人民政治協商会議が臨時の権力機関、共同綱領が臨時の憲法としての機能を持つようになり、これに基づいて新しい国づくりが進められていったのです。この会議においては新しい国家の内政方針も決定されました。まず毛沢東が国家のトップに選ばれて、周恩来が行政のトップに任命されます。また北平の名称を北京と改めて首都とすることも正式に決定されました。そして新しい国家は新民主主義、すなわち人民民主主義の国家であると規定されています。これはアメリカのようなブルジョワ独裁でも、ソ連のようなプロレタリア独裁でもなく、第三の形態として共産党と民主党派、無党派が協力しながら政府を運営する国家を目指すという方針です。この理念のもと、新しい中国は人民民主専制を国家の基本体制として歩み始めることになりました。そしてこの会議では新しい国家の外交方針も定められました。その基本理念は原則性と柔軟性を併せ持つ外交を行うということです。まず原則性というのは主に東側諸国に向けた姿勢です。つまり我々はソ連を中心とする社会主義陣営と協力する、東側陣営に属するというものでした。こうすることによってソ連をはじめとする東側諸国が心配していた中国が西側に接近するのではないかという懸念を取り除こうとしたのです。一方で柔軟性というのは主に西側諸国に向けた姿勢です。つまりいかなる国とも平等かつ互恵の原則に基づいて通商外交関係を結ぶ用意があるというものでした。こうすることによってアメリカを中心とする西側諸国との関係を改善する可能性を探ろうとしたのです。このように新しい中国はソ連との連携を軸としながらもあらゆる国と友好関係を築く余地を残した柔軟な外交方針を打ち出したのでした。そして1949年10月1日、北京の空に新しい国旗、五星紅旗が翻りました。赤字に描かれた大きな星は中国共産党を、それを囲む4つの小さな星は労働者、農民、知識階級、愛国的資本家を表しており、このデザインは中国共産党の指導の下で国民が団結する姿を象徴しています。そして天安門の籠城に立った毛沢東が新たな国家、中華人民共和国の成立を世界に向けて宣言します。ここに新しい民主主義社会の実現を目指す国家が正式に誕生したのです。